こんばんは、クリミナルです。今回は日本の未解決事件について考察してみました。その事件はちょうどアテネオリンピックが終わった頃、2004年9月9日に発生した。場所は愛知県豊明市沓掛町の閑静な住宅街の一角にある民家である。この家には佐藤博さん、妻の佐藤敏子さん、長男の俊樹さん、長女の真理さん、次男の正樹さんの5人家族が暮らしていたが、事件当時、一家の主である博さんは仕事で不在だった。2004年9月9日午前4時頃、愛知県豊明市沓掛町の佐藤さんの家から火の手が上がった。午前4時25分、近隣の住民から119番通報があり、駆けつけた消防によって午前5時33分に鎮火されたが、中から敏子さん、俊樹さん、真理さん、正樹さんの4人の遺体が発見された。鎮火された頃、現場に博さんが駆けつけ、地獄のような光景を目の当たりにし、泣き叫んだ。当初これは事件性のない火災かと思われたが、遺体に損傷の痕跡があったこと、灯油を撒いた痕跡があったことから、愛知県警は殺人放火事件の捜査に切り替え、特別捜査本部が設置された。ちなみに事件発生日の9月9日は次男正樹さんの誕生日であった。父親の博さんは正樹さんの誕生日を祝いたい一心で深夜まで残業をし仕事を片付けようとしていた。おそらく犯人は9月9日未明に佐藤さんの家に侵入し凶行に及んだと見られている。事件当時1階の窓はすべて施錠されておりこじ開けたような跡は確認されなかった。なお、俊樹さんの2階の部屋の窓は網戸で、犯人は2階から侵入したかと思われたが、はしごをかけた跡や侵入した形跡などは見つからなかった。また、現場から凶器や遺留品などは発見されず、足跡も確認されなかった。ちなみに被害者宅は、屋外の車庫の物置に合鍵を隠しておいていた。事件発覚後、その合鍵はいつもと変わらぬ保管場所に置いてあった。また、室内に撒かれた灯油は犯人が持ち込んだものとみられており、被害者宅からは散乱したマッチの燃えカスや灯油が染み込んだ新聞紙が発見されている。ただ、灯油の容器は発見されていない。そして、この犯行には蚊取り線香を使った時限発火装置が使用されている。よって犯人は綿密なアリバイ工作をしていたということになり、この事件は完全に計画的な犯行である。犯人の動機であるが、貴金属類や預金通帳などは現場に残されており、事件後に預金が不自然に引き出された形跡はなかった。また、現場に現金が焼け残っていたという報道もあった。このことから犯人は物取りではないと見られた。警察は延べ4万3000人以上の捜査員を導入し、この事件の捜査に当たったが、犯人につながる証拠は見つかっていない。また、情報提供も200件ほどあったが、有力な情報はなく、本件は現在もなお未解決となっている。前日の夜、職場にいた博さんは、敏子さんにメールを入れていた。内容は、車庫の物置に鍵を置いて、内鍵を開けておいてね、というもの。午後11時頃、博さんが仕事で帰りが遅くなると、敏子さんに電話で報告した際には、特に異変はなかったという。よって犯人が被害者宅に侵入したのは午後11時以降である。そして9日午前4時25分頃、被害者宅の隣の住民が出火に気づき、消防に通報。午前4時半頃、現場付近に住む博さんの兄が近隣住民から弟さんの家から出火しているとの連絡を受けた。それを聞いた兄が博さんの会社に連絡したのである。ここで少し気になるのが、なぜ博さんの兄は勤務先に電話を入れたのかという点。もしかしたら携帯電話にかけ応答がなかったので仕方なく会社に連絡したのかもしれないが、そうではなかった場合少し不自然である。普段博さんはあまり残業をしていなかったが、事件当日は残業していた。博さんの兄は、博さんがこの日残業していることを知っており、それで会社に連絡を入れたのだろうか。次に、被害者宅で飼っていた犬について。
被害者宅では犬を飼っていたが、この犬は知らない人にはよく吠えていた。しかし事件当日、近隣住民は鳴き声を聞いていない。また、犬の首輪がなぜか外されていた。犬が自ら首輪を外すことは難しいので、何者かが外した可能性が高い。しかし、知らない人にはよく吠える犬だったので、見知らぬ人間が近づいて首輪を外そうとするならば、おそらく犬は吠えるだろう。そもそも、なぜ首輪を外す必要があったのか。犯人は犬だけは助けようとしたとも取れる。次に、遺体の状況。としこさんとまりさんは2階で発見され、顔や背中など10カ所以上を刃渡り約20センチのサバイバルナイフで執拗に刺されている。としこさんには肺に達するほどの刺し傷もあり、まりさんは刺された時の強い衝撃で肋骨が折れていた。としきさんとまさきさんは金属製の鈍器で頭部を殴られていた。こちらは何度も頭部を殴られたような痕跡はなかった。なお、としきさんは2階で発見され、まさきさんは1階で発見された。まさきさんは前日の夜に放送されていたサッカーの日本代表戦を1階で一人で見ていたと見られている。被害者の遺体に共通して言えることは防御創がないことである。つまり犯人は被害者が就寝中のところを襲った可能性が高い。また、遺体の肺の状況から4人は火をつけられた後も生存していた可能性がある。被害者がすすを吸い込んでいたのである。ちなみに遺体の状況から亡くなった順番は次男のまさきさん、としこさん、長女のまりさん、長男のとしきさんの順と見られている。また、犯人は返り血を浴びた可能性が高いと見られるが、被害者宅周辺からは犯人の血液反応は出ていない。あらかじめ犯人は着替えを用意しており、返り血を浴びた服を現場に残し、焼却処分したのだろうか。事件当時、ひろしさんととしこさんの夫婦仲は冷め切っていた。実は事件が起きる4、5年前からひろしさんにはホステスの愛人がおり、他にも遊び相手がいたとひろしさん本人が語っている。以前ひろしさんは取引先から名古屋の高級クラブで接待されたことがあった。それ以来ひろしさんは夜の街にどっぷりと浸かってしまったのである。ひろしさんは名古屋市西にある複数の会員制高級クラブを頻繁に利用し、そこで知り合ったホステスと愛人関係になり、同棲を始めた。同棲を始めたひろしさんは自宅にはほとんど帰っていなかった。さらにひろしさんはとしこさんに離婚話を持ちかけていた。ちなみにとしこさんはひろしさんと愛人が暮らす部屋に出向き、話し合いをしたことがある。つまりとしこさんと愛人は顔を合わしたことがある。また別の報道によると、事件発生日の数ヶ月前からひろしさんは愛人と暮らす部屋にも寄りつかず、行方不明を装った節があったという。その間、としこさんとの関係を改善しようとしていた動きもあり、事件前にかなり心変わりをしていたようである。当時ひろしさんの年収は1000万円を超えていたが、愛人との生活費や有効費など浪費が激しかった。例えば、ひろしさんのクレジットカードの明細には、高額の真珠のネックレスを購入した記録が残っていた。これはひろしさんが愛人にプレゼントしたものである。こうした浪費が続いた結果、ひろしさんは借金を抱え、消費者金融にも手を出していた。そしてひろしさんは2005年にある事件を起こし、詐欺容疑で逮捕され、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けている。ひろしさんは勤務先のパソコンを無断で横流しし、現金約520万円を騙し取ったのである。これに加え、2001年から2004年にかけ、取引先の男と共謀し、自身が勤務する会社から3回にわたり約束手形計16通を騙し取った疑いで再逮捕されている。その手口は製品を納入した際に代金を水増し請求するというものであった。ひろしさんは会見で、捜査の過程であの事件についての取り調べを受け、ポリグラフ検査もされた、と語った。つまり警察は、ひろしさんに疑いの目を向けていたということになる。
しかし警察は、この事件については、ひろしさんは無関係であると判断した。先述の通り、警察はひろしさんにポリグラフ検査をしたが、結果は白だったのだ。また、事件当時ひろしさんは、同僚と共に会社で仕事をしており、アリバイがあったのだ。2003年7月下旬の午後8時半頃、何者かが被害者宅の玄関のドアノブをガチャガチャと回したことがあった。この時としこさんは町内パトロールに出かけており、不在だった。家にいたのは次男のまさきさんで、まさきさんはとしこさんに誰かにドアノブを回された、ととしこさんに電話した。するととしこさんが応対しないでと言ったので、まさきさんはそのままやり過ごしている。ちなみにまさきさんはドアノブを回した人物を見ていない。また、2004年には被害者宅の方をじっと見つめる不審者が目撃されており、一家は施錠に気を配るなど防犯意識を高めていた。次に、事件当日の不審者情報。消火作業に当たっていた消防団員が現場付近で不審なワゴン車を目撃している。その車の運転手は30代から40代くらいの男だったという。また、午前3時40分頃、被害者宅付近の脇道から県道に出てきた軽自動車が目撃されている。この軽自動車は現場から南東およそ200メートルの交差点を左折し、1キロほど北進していた。ちなみに豊明市は名古屋ナンバーの区域で、ひろしさんの職場は小牧市にある。何らかの方法で被害者宅に侵入し、凶行に及んだ犯人。きちんと施錠をするなど防犯意識を高めていた佐藤さんの家に犯人はどうやって侵入したのだろうか。1階の窓はすべて施錠されていて、1階からの侵入は不可能。2階の長男の部屋は網戸でしたが、はしごをかけた形跡はありませんでした。そうなると考えられるのが、屋外の車庫の物置に保管されていた合鍵です。もしかすると犯人は事前に被害者宅のことを調べており、合鍵のありかを知っていたのではないでしょうか。そして事件前にドアノブをガチャガチャと回された件。これは犯人が車庫に保管されていた合鍵を使い、きちんと鍵が開くかどうかをチェックしていたのかもしれません。そして被害者宅を嗅ぎ回っていた際に、佐藤さんの飼い犬に餌をあげるなどして手なずけていたのではないでしょうか。なお、もう一つ合鍵のありかを犯人が知る方法がありますが、それは後に触れます。次に、火を放った理由。火災事故に見せかけたいのであれば、被害者を何度も刺したりはしないでしょう。よって犯人は証拠隠滅のために火を放ったものだと思います。次に、この犯行は単独犯によるものか、それとも複数犯か。被害者のとしこさん、まりさんは執拗に刺され、としきさんとまさきさんは金属製の鈍器のようなもので頭を殴打されています。ここで気になるのが、なぜ殺害方法が違っていたのかという点。私は犯人は複数犯でそれぞれ持っていた凶器が違っていたのではないかと思いました。おそらく実行犯は2人いて、実行犯2人が物置に保管されていた合鍵を使って家に侵入。そして犯行後は合鍵を元の場所に戻した。そして実行犯 A が1階にいたまさきさんを手にかけ、その後2階に上がり、実行犯 A がとしきさん、実行犯 B がとしこさんとまりさんを手にかけたのではないでしょうか。以上のことを踏まえた上で3つの説を挙げます。まず1つ目は犯人には動機がなかったという説です。2019年9月に発生した茨城一家殺傷事件では、埼玉県三郷市に住む岡庭容疑者が逮捕されました。当初この事件は一家に強い恨みを持ち、土地勘のある人物が犯人だと思われていました。しかし、同容疑者と被害者に接点はなく、いわゆる動機なき殺人でした。同容疑者は自動車免許を持っていなかったため、埼玉県三郷市から茨城県境町まで約30キロの距離を自転車で移動し、犯行に及んでいます。同容疑者は自転車で千葉に行くこともあったそうですが、境町には親族はおらず、通い慣れた場所でもありませんでした。
しかし同容疑者は30キロの距離を自転車で移動し、遅延のない場所で凶行に及んだのです。そして同容疑者は人を殺めることに快感を覚える人間でした。担当検事が女性と性行為をすることと人を殺めること、どちらに快感を覚えますかと質問をしたことがあります。すると同容疑者は人を殺めることの方が快感を覚えますと答えました。過去に同容疑者は女子中学生の顎を刃物で刺す事件などを起こしており、中学生の時には学校に猫の生首を持ってきたことがありました。その際、今度は人間の生首を持ってきたいと言っていたそうです。もしかしたらこの事件の犯人も同じタイプで、さらに女性に対し異常な執着心を持った人物だったのかもしれません。つまり犯人は女性を殺めたいという衝動から佐藤さんの家を襲ったという説です。事前に犯人は家族構成を調べており、としこさんとまりさんの存在を確認した。そして二人を殺めたいがために佐藤さんの家を襲ったのではないでしょうか。犯人にとって男性であるとしきさんとまさきさんには興味がなかった。そのため殺害方法も違い、何度も殴打することもなかったのではないかと感じました。この説ですと、犯人は単独犯ではないかと感じています。二つ目の説に行きます。二つ目の説は、ひろしさんの愛人、もしくは他に交友があった女性が第三者に一家を襲撃するように依頼したという説。もしくは、ホステスの女性のバックにいた組織が見せしめのために犯行に及んだという説です。事件当時、ひろしさんには愛人がおり、同棲していました。さらにひろしさんは他の女性とも遊んでいました。そういった女性関係の中から、ひろしさんと一緒になりたいと思った女性が暴力団などに依頼をかけたのではないか、という説です。そして、そのことはひろしさんは知らなかった。そのため、ポリグラフ検査も白だったのではないでしょうか。この説の動機は、離婚に応じてくれないひろしさんの妻、としこさんに対する恨みと、ひろしさんを自分のものにしたいというものです。依頼者は、としこさんに恨みを持っていたので、としこさんを執拗に刺すようにと、実行犯 B に指示を出したものだと思います。次に、組織に目をつけられたという説です。これは憶測ですが、ひろしさんが関係を持ったホステスに店を辞めて自分と一緒になってほしいと話していたとします。しかし、店を辞めるとなると、売り上げに影響が出てしまうなど、個人の問題だけではなくなってきます。そこで何らかのトラブルが生じ、バックにいた組織に目をつけられた、ということはないでしょうか。この説の動機は、落とし前をつけなかったひろしさんに対する見せしめです。ちなみにこちらの説では、実行犯は複数人いて、一人がバールのような金属製の鈍器、もう一人がサバイバルナイフを持ち、凶行に及んだものだと感じました。そして合鍵のありかですが、ひろしさんが女性との会話の中で合鍵のありかを明かしてしまったとか、としこさんと電話をしていた際に、一緒にいた女性が会話の内容を聞いており、それを実行犯に伝えていたのではないかと思いました。この犯行には、蚊取り線香を使った時限発火装置が使われています。また、現場に証拠を一切残していかない点も踏まえると、プロによる犯行ではないかと感じています。なお実行犯たちは何度か下見に来ていたかと思います。また、実行犯たちは犬好きで、下見の際に餌をあげるなどして、佐藤さんの飼い犬を手なずけたのではないでしょうか。犬の首輪を外したのは、犬は無関係であるという考えから逃がそうとしたのではないかと感じました。もし、被害者宅のドアノブをガチャガチャと回していたのが実行犯たちだったとすると、1年前から嗅ぎ回っていたことになります。1年もの期間があれば、佐藤さんが飼っていた犬を手なずけるのは可能かと思います。3つ目の説に行きます。3つ目は、ひろしさんの詐欺行為に対し恨みを持った者が見せしめのために犯行に及んだという説。ひろしさんは2001年から2004年にかけ、共謀者と共に手形詐欺に及んでいます。この件でひろしさんに恨みを抱いた人物が見せしめのために犯行に及んだという説です。以上の3つの説ですが、個人的には2つ目の説、
つまり、ひろしさんと関係を持っていた女性がプロに依頼したか、ひろしさんが組織に目をつけられたという説が有力ではないかと感じています。現在、事件現場は更地となっています。ひろしさんは犯人が見つかるまで家を残しておくつもりでした。時には修繕作業をしていましたが、勝手に部外者が立ち入ることが相次ぎ、事件発生から2年後に取り壊されたとのことです。現在も、としこさんのお姉様が事件解決のために街頭でチラシ配りをするなど活動をされてらっしゃいます。追悼式も行っていますが、そこにひろしさんの姿はありません。ひろしさんは技師が活動をしているので出る幕がない。今後も行かないと発言しています。それに対し、としこさんのお姉様は、正直温度差を感じているとコメントしています。最後になりますが、この事件について何か情報をお持ちの方は、情報提供をお願いいたします。被害に遭われた方々のご冥福をお祈りするとともに、一刻も早く事件が解決されることを強く望みます。